荒川ブラックスーツ団チャンネル。どうも今村さんです。藤本です。テラッチです。荒川ブラックスーツ団です。はい、今日はですね、河川海洋ゴミ問題の4つのポイントを解説します。最後にブラックスーツ団が運営する SDGs をベースとした河川海洋ゴミ問題研修プログラムについて紹介していきたいと思います。荒川は俺たちが守る。今村さん、自己紹介をお願いします。はい、私はですね、河川海岸生態工学が専門で、日本で唯一土木工学でウミガメをテーマとした博士号を取得しています。最近では企業、学校等への環境教育活動をしてきているんですけども、過去には国際協力 NGO のスタッフとして東ティモールにも派遣されていたことがあります。そこでは地域住民と共同した水源林の再生活動なんかをしていました。現在は荒川クリエイトフォーラムの理事兼オフィスマネージャーとして働いています。まずは1つ目、ここ最近注目を集めている言葉 SDGs。SDGs とはサステイナブル・デベロップメント・ゴールズ、持続可能な開発のための目標を意味します。 SDGs は2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟の193カ国が2016年から2030年までの15年間で達成するために掲げた目標です。そのスローガンは No one will be left behind で、地球上の誰一人取り残さないという強い意志を表します。世の中のさまざまな社会課題を17のゴール、169のターゲットにまとめ、それをパートナーシップで解決していこうとするものです。ちなみにその中で日本が達成できているのは？日本での達成状況は4番、9番、16番の3つだけ。まだまだ道のりは遠いよね。 ESG 投資といって、エンバイラメント、ソーシャル、ガバナンスの3項目にしっかり取り組んでいる企業に投資をしていこうという大きな流れがあって、社会に貢献することがビジネスそのものになってきます。つまりこれからはみんなの社会貢献意識が大切ということです。SDGs の14番と15番に深く関わる河川海洋ゴミ問題。川や海はゴミを出しません。河川海洋ゴミは人間活動を通じて川や海に流れ込んでいるゴミのことを指します。どのような影響があるのか。例えば海鳥のヒナが親からもらう餌の中にプラスチックが含まれていて、それを食べてしまっていたり、ゴーストフィッシングといって漁具に入った魚が死に、それを餌だと思った魚がまた入って死にを繰り返してしまったりすることがあります。ってことは僕らも食べちゃってるってことじゃないですか？人工系ゴミの量や濃度が増えてくると人体への影響が出てくる可能性があります。不安ですよね。2050年にはこのままの状態では海の魚の重さを海洋ゴミの重さが超えると言われています。今この瞬間にも細かくなった人工系ゴミが深海に沈んでいっています。河川海洋ゴミ問題の解決方法とは何なのか。それは意外にもシンプルで、発生源対策と早期回収です。荒川ブラックスーツ団。こんなニュース聞いたことありますか？世界中の人々が1週間にクレジットカード1枚分、約 5g のプラスチックを食べている。さまざまなプラスチック片、微小化したものを私たちは知らないうちに食べているのです。マイクロプラスチックといっても本当にマイクロサイズのプラスチックゴミを指してはいません。5ミリ以下のプラスチックのことをあえてマイクロプラスチック、そう言っています。マイクロプラスチックは紫外線や風波の物理作用でできるものと、もともと5ミリ以下で作られたものもあります。この画像はマイクロプラを誤食した魚です。プランクトンがその体内に取り込む可能性があることや、 DDT や PCBs などの有害化学物質を吸着し、それが生物の体内で再び溶け出すことが懸念されています。これは荒川の河口の土を採取したものです。驚くべきことに土とプラスチックが半々になっています。日本は綺麗な国と思っているかもしれませんが、これが現実です。これが現実なんです。最近ではこの対策の一例としてストローの紙化やレジ袋の有料化などが取られています。自然界に出てしまったプラゴミはマイクロプラスチック化する前に回収する。これが大切です。
ポイ捨て禁止。調べるゴミ拾い。調べるゴミ拾いは河川海洋ゴミ問題の解決に向けて重要なアプローチになっています。調べるゴミ拾いは ICC インターナショナルコースタルクリーンアップに準拠しています。毎年約100の国と地域で標準化した調査項目で実施され、アメリカの NGO オーシャンコンサーバンシーが取りまとめています。48の調査項目からなり、世界中でどのようなゴミが多く回収されているのかが分かります。啓発と実践を兼ね備えたツールです。例えばこれが荒川の2019年の調査結果です。生活系ゴミが多くを占め、特に容器包装プラスチックが多いことが分かります。この結果をもとに業界団体と対策について話し合い、解決手法を模索しています。海岸漂着物処理推進法の制定や改正の際にもこのデータが利用されました。仕事をする上でもめんどくさいと思っても見える化することって大切ですよね。拾って変える未来。以上が河川海洋ゴミ問題を知る上での4つのポイントでした。荒川ブラックスーツ団では SDGs をベースとした河川海洋ゴミ問題研修プログラムを提供しています。この研修は今までのポイントを網羅した社会貢献型研修になります。 SDGs で解決しようとする問題を現場、現実、現物で感じてもらえます。大量に河川ゴミが堆積するエリアでの調べるゴミ拾いや企業と社会のつながりについて考えるワークショップ、製品やサービスをゴミ削減につなげるなど課題設定やその解決手法を学びます。製造業界の参加者からは新たな製品作りを考える際のきっかけになった、水産業界からは自らの生業である海の環境改善についてより真剣に取り組まなければならないことが分かった、 IT 業界からは自分の行動も河川ゴミ問題の悪循環の一要素になっていることに気づかされた、他にチームビルディングにも効果があったという感想がありました。企業の皆さん、荒川でゴミ拾いという気軽な社会貢献活動を通して社会課題に向き合いイノベーションを起こすための実践をしましょう。研修プログラムの詳細は概要欄からアクセスしてください。お問い合わせお待ちしてます。高評価、チャンネル登録よろしくね。